どうも、最強無敵の復讐者ちゃんよ。前回最後の悲惨な連勝ストップで泣いてたけど、帰ってきたわ再びここへ。今日は初めての深き夜ソロ。実は今まで一回も出撃したことないのよね。嘘です本当は前々回の標的不明宝箱の検証で数十回出撃してます。まあでも夜ボスとは一回も戦ってないから。嘘です標的不明検証で大空洞出た時に2日目も調査続けたかったから夜ボス倒したことあります。まあ2日目夜までは行ったことないから。これはほんと。そんなことよりいきなり標的暗霊者たち初回にしてはちょっと手厳しいわね。さあ気合い入れていきましょう。その前に異物も紹介しておくわ。いつもの HP 森木等強化構成をベースにソロ用に微調整。真相異物はいつも通りね。通常異物の方は再域侵入者がソロではきついだろうから侵入者バフを外したわ。あとは厚み方強化も当然不要だからアウト。代わりに入ったのが霊炎爆発と獣祈祷強化ね。なかなかいいんじゃないかな。獣祈祷強化と重装付与の神異物実は結構前からあったけど、侵入者バフ優先して使う機会なかったのよね。ようやく自慢できて嬉しいわ。あとこの異物セットご存知の通り瀕死時 HP 低下が2つもついてるんだけど、ソロだと瀕死イコール即死だからこれデメリット実質なしじゃない。やはり天才か私。それにしてもこう見ると私異物強いわよね。見てるとソロでも負ける気がしなくなってきた。いやこの異物で負けたら恥ね。マルチで最強無敵ならソロでも最強無敵であることを証明してみせるわ。何か重要なことを忘れてるような気がするけど。気のせい。初期拠点攻略を終えてどこから行きましょうか。まずはセオリー通りこの小鳥でカッコ台でいいか。決勝人たちなんてマルチでは雑魚だけど今は1人。ワンパンされるかもだしアーツで安心を得ましょう。とりあえず奇跡魔術師を処理してあらら。ほら、今死んでた。アーツなかったら。やはり震度5。油断するとすぐ持ってかれるわボス。言ってるそばから被弾やめてね。盾持ち魔術師の鬱陶しい横槍がありつつもなんとか処理。いらんなぁ。まあ標的暗霊者たちだから武器は心配ないのがまだマシね。重装あれば OK。でも実はソロだと重装よりも普段目立たないあれが強いんじゃないかと妄想してるのよね。そう普段見向きもされないあれよ。次はトロル行動。なんだけど大丈夫よね。重装あれば。SP 切れたんですけど。こちとラット強化3済み獣強化1済みなんですけど。想像以上にきついわね。顧問受賞で残り削るこの時間が無駄すぎる。かといってせめて死んだらさらにロス出しチクチクやるしかないか。これに成功切るのももったいなすぎるし。ここでクイズ、今日の私、いつもと大きく違うところが一つあるけどどこでしょう。髪型変えた？はいあなたモテません髪型変えてません。正解は呪詛と聖院の持ち手ね。いつもは右聖院だけど今回は左聖院。気づいた人は名誉ファミリーになる資格を与えましょう。そもそも普段右に聖院を持ってるのは一物刀の使用のせいね。何回か話してるけど。火投げ系の祈祷は左手片手で使うと栄唱中にスタミナ回復してくれないってやつ。それがあるのとなるべく聖院を持つ手を統一したいって理由で聖院はもう全部右手に持つことにしちゃってたってわけ。でもこれにはデメリットもあるのよね。近接武器左手持ちだととっさに出せる攻撃が L1 の通常攻撃のみになっちゃうのよ。マルチだと武器攻撃を使う機会がほとんどない。せいぜい救助の時ぐらいだからそれでもよかったんだけどね。ソロだと近接武器使う機会が結構ありそうだからやっぱり左聖院右近接武器でいこう。となったってわけ。特に右聖院だと致命の時にわざわざ左を両手持ちしないといけないのが一番あれ。急に持ち手変えて混乱しないのかって？ほら私天才だし。もう完全に適応完了したからご心配なく。画面の方は狂い火が発生。華麗に湖崖書とかを。決めました。失敗しそうと思った人は反省してね。まあこっちの書とかはこのやり方になってから本当に一回も失敗してないから。今後もないでしょう。もし失敗したら黄金の木の下に埋めてもらっても構わないよ。アップな。これだから狂い火の民は。でも今よく言ったわね。狂い火は雑魚のやつでも結構威力高いイメージあったけど。でもよく考えたら今まで狂い火に殺された時ってほとんど最域の狂い火民にやられてるような気がする。最域でもなければ発狂故障なんていかないし、発狂ダイヤ H もトロルだけ倒して雑魚とは絡まないこと多いからかな。でもここでこのルーンは大きい。行動トロルでの遅れを取り戻せたかもね。祈祷強化付きのバイク大槍も美味しいです。
中央砦でとりあえず武器強化。はい、いつもと位置違うから呪詛を強化するぞこいつと思ったそこのあなた。私の適応能力を舐めてもらったら困るわ。すでに1年以上左全員で戦ってたと錯覚するほど体に馴染んでるから。まあ本当は深き夜ソロのために朝き夜で数戦練習してきたからなんですけど、もちろんその時に呪詛強化ミスは経験済みよ。老子以外の潜在持ち湿地を殲滅したらもう夜ね。不安だったけど一応まずまずのレベルにはなったわ。狂い火様様。修復は中央砦すぐ南だしあとは砦地下チラミかな。王族の勇気か。普段ならカモだけどソロだと微妙。回復では削りきれないからね。かといって安全に重装入れれるような隙は少ない。ここは FP の限り削って一旦絶対ね。あざ。痛いわね勇気風情が。不損であろう。逃げるんじゃねえからね。次にあったら、叩きのメス。祝福で回復を済ませていざ夜へ。人映えか。ってことは真珠受験コンビね。複数ボスだけど一応マナーは守るタイプだからそこまで危険ではないはず。マナー守らない不届き者どもほど幅を利かせてるものよね。さて本番。とりあえずマルチみたいにセバスを取り作戦やってみますか。受験士いたいた。茂みで隠れるのやめてね。お、かなり削れる。姿見えないからひよって様子見しちゃったけど、アーツ中だからゴリ押しすればよかったかも。ちんたらしてたら結局重装一発しか入れれなかったし。でもまだおとりの弾はあるわ。あ、ジャスト回避できなかったもったいない。バックスタ取ろうとしたけどそれも失敗。狙われやすい持ちのセバス以外はダスト2体ともアクティブになるはずだから安心して攻撃できないのよね。隙を見つけてもう一発。こう見ると受験士と死んじゃう。しまった雷の槍はジャンプだったわ。で受験士と真珠天使の耐久の差がすごいって話。物理なら実質4倍近く違うってことかな。てかヒルムンだしもう適当に重装打ってよジャンプ攻撃だねー。あぶぶぶぶぶぶぶ。重装に合わせて華麗にジャンプ攻撃決めてくるなんて。貴様このゲームやり込んでいるな。はいそこ好きです。よしあと一発。だよ。そのジャンプ攻撃そんな踏み込むの？このゲーム後ろ疾走で避けれない近接攻撃なんてそうそうないのに。さすが影の知識というべきね。にしてもさすがに被弾しすぎ。HP 持ってなかったら2回は死んでたわ。最後の聖杯ンハニャ。最後の聖杯があの飛び道具投げた後は後ろ下がるからアクティブ交代要警戒ね。まず異物デメリットの HP 最大2万毒蓄積が発症しちゃったし最悪。まあ HP 最大時カットアップないからそこまで影響はないだろうけど、とにかくまず受験し倒さないと。よしこれなら。ようやく闇が晴れた。あとはのんびりやるだけね。でも聖杯霊本毒発症中。さすがにしばらく安全に立ち回りましょう。ぬくもり石でようやく全開。ちゃんと商人で買ってきておいてよかったわ。重装の FP も付き足しあとはこの大槍を信じましょう。あ、ここからチクチクやるだけの作業です。見どころもないです。ようやく耐性崩したか。やっぱ深き夜だと耐性値も高いわね。ひよって R1 しか入れれてないのもあるけど。なんだかんだ決して楽勝とは言い難い戦いだったわ。受験士対策が甘かったか。2日目はとりあえず湖の魔術師と神タリスマン来たこれ。そしたらすぐ下の黄金カバをやりましょうか。なぜかさっきレベル上げるの忘れたけどまあカバ程度問題ないでしょ。嘘でしょ。カバ相手に重装で FP 切れ？変異体カバってこんなタフなの？異物祈祷強化3済み、獣強化1済み、さらに2体とタリスマンでも祈祷強化してるのに FP 切れはあると思ってたけどカバ相手ですら怒るなんて。それともやっぱ変異体が厳しいのかしら。マルチだとそこまで感じなかったけどやっぱ味方の火力に甘えてたのかも。まあ今回は非属性のレア武器拾ってたからまだマシね。非属性の武器は基本進行補正あるから。ないのは血縁系だけ。だったかな多分。とりあえず西の村に向かいましょう。その前にルーンが心もとないから手前の雷梶村寄り回す。また変異体じゃん。あでもこいつはそこまで体力ないわね。もともとが低いからか強化倍率が小さいのか。
前も言及したけど変異体のボスは敵によって強化倍率がかなり違うらしいからね。これならファミリーを取りで削りきれそうだわ。ルーン使っちゃったー。買い物用のルーン稼ぎに来たのにまたやってしまった最悪。まあでも29000ルーンも残ってくれてるから不幸中の幸いね。一応鉄宝箱あさり。胆石には出なかったけどレジェンド。でもこれはいらんかな。おっかい物。おっかい物。HP 最大時カットアップが欲しかったけどないか。狙われはソロだといらないよね。ここは誘引盾かな。ハルモニアは物理出し音調より優先ね。あとはさまよう祝福とポーチは欲しいけど、微妙に足りないじゃない。どうしよう。あ、そこの雑魚狩ればいいだけね。よしオッケー。おっと成功も一応買っときましょ。もういっぱいあるけど安いからね。いるかわからんけどセール中だから買う。こういう考えで買い物しちゃいけないぞ。その後北西のボロゴ山で足を伸ばして聖院あさり。獣の石来たー。これこそ1日目に話した例の物。マルチだといらんけどソロだときっと最強祈祷。まだ実際に試してはないけどきっとそのはず。マルチだと重要なのは安全圏から攻撃できるリーチだけど、ソロだと最重要は隙の少なさ。かつてのストラゲスソロ討伐会でも結局最後には祈祷じゃなくて隙の少ない滑車の度で勝利したものね。この時は獣の石の有用性に気づいてなかったわ。今回それを証明しましょう。まあでも道中のボスはやっぱり重装だけど。なんかやたら被弾したけど問題なく勝利。回避連続時カット率低下は怖いしルーン増加でいっか。次にあったら叩きのメスと言ったわよね。ちゃんと叩きのメスに来たわ。ついさっきまでこいつ削ったこと忘れてたのは内緒。微妙。結局どれも取らなかったけど状態異常用にどっちかもらってもよかったわね。うわ黄金樹の音調。なんでこんな時に限って出るかな。さすがにステイネもったいない。最後に老獅子倒しておさらばしましょうか。1000ダメであのゲージ削り。やっぱ変異体は体力高いわ。次からもうスルーしようかな。資料最強。ソロだとより一層重要ね。これ考えると普段は避けがちな雑魚付きのボスも案外悪くないのかも。重装の雑魚処理性能あってこそと言えるかもだけど。その後北部の聖火寺村へ。欲しいのはこれ。成功してないといけないのか。まあしゃあない。3日目でも買えるしね。そのまますぐ商人のところへ行って強化完了。爪痕聖印を強化したのなんて初めてまである。まあ嘘だけど、R22 のついてたら使ってただろうし。北西大地で最後変異体にランダフラワー。黄金樹に使うのが正解かどうかは不明。使う時間で重装一発撃つ方がいいという説もあり。SP 切れです。マジ？このレベルでも？確かに変異体ミランダフラワーは結構体力高い印象はあるけどレベル13にもなって削りきれないの？黄金樹に使ってなかったら、いやむしろここまで長くなるなら使っておいたのは正解だったかも。変異体については後で戦略を見直さないといけないわね。ストーン強化は美味しく。さて前座なんて飛ばして早速実質ラスボス戦と行きましょうか。とりあえず第1段階は近接で。どれぐらい FP 使うかわからないから最初は節約しましょ。血の君主第1段階なんてこの私が被弾するわけないしね。あれ？全然ダメージ出ない？こんなに硬かったっけ？これはなかなか長い戦いになら。ちょ何食らってんの？まだ敵の HP5% も削ってないんですけど。早速貴重な聖杯1本使わされたわ。てか月攻撃遮断キットなんだ。ガードしてるのに食らったってことは、知らなかったですかい？2回目の被弾にして敵 HP 残り 95%。これちょっとまずいか？ここはさすがにファミリーを取り回復ね。体勢崩しきた。第1段階はまだコンスタントに攻撃入れやすいのが助かるわ。これで 25% 削ったけどこいつは途中回復するからね。実質まだ 15% 程度かな。
2回目さすがにもう戦い方を思い出したわ。このまま形態変化までは無基盤確定間違いなし。にゃー。理想と現実。どうして違ってしまうの？成功はそこそこあるけど無駄遣いはすべきでないわ。でも今思ったら最後梶村で全員強化した後に捨てた成功拾いに行けばよかったわね。もう遅いけど。でもこういう大ダメージ食らった時でも回復1回で済むのはいい。そう、常世まり水物の HP 低下時回復があるからね。来たわね。もうすでにだいぶ疲れてるんだけど。とりあえず幻影やり壊さず。あ、そうだった、アーツで回避するんだった。こんな基本中の基本まで忘れるなんて一体なんで？細長近接戦闘に神経使いすぎたか。おかげで祈祷回復で済むところを聖杯1本使わされちゃったし。一発？獣の石で？予想だと3、4発は必要だと思ってたんだけど。やっぱり一発、厳密に言うと密着当てでにヒットかもだけど。なんか幻影槍の体力が元から半減っぽいのが気になるのよね。もしかしてソロだとそんな仕様だったの？まあ確かに一人だとソロ仕様体力だとしてもなかなかやり壊すの難しい仕様調整か。私はファミリーを取りにできるからその点だいぶ楽だけどね。血縁踏んじゃうのはある程度仕方ない。あら？なんで？おかしい。そんなすぐ出血するはずじゃ。うわ、瀕死時 HP 低下かける2。そっか道中はそっちでも夜だと当然瀕死で起き上がるか。なんで気づかなかったのよ。しゃあない今はとりあえず逃げましょう。HP 低下終わるまで安全優先。いやでも幻影槍が消えるまでは近距離戦せざるを得ない。やっちゃった。うっかりダメージゾーン入っちゃってたわ。惜しい。また出血？もしかして、非ダメージ時出血蓄積。忘れてたー。いや本当は覚えてたのよ。なんたってちゃんとソロハルモニア用のプリセットも作ってたんだし。今の今まですっかり忘れてたわ。初めてのソロ深き夜でテンパってた説あると思われますねー。何か忘れてると感覚？今のは普通に回避ミスです。獣の石の隙が小さすぎてさっきの大槍感覚でロリして引っかかったわ。ちゃんと獣の石も練習してくるべきだったか。HP 低下もまずいことになってるわね。一応最初の瀕死分は終わってるから今残ってるのは2回目と3回目分ね。解除されるまで待つべきかそれとももう攻めるか。もう後がない。次死んだら終わりでこの HP は頼りなさすぎる。血縁踏むだけで死ぬまである。てか今更思ったけどファミリー強くね？フレデリックの攻撃一発300も出るんだ。本当に例のアプデがあってよかった。てかどうせ幻影槍展開時は逃げることは許されない。だったらここでやるわ。言ってるそばから雨降らし遅延やめてね。熱い。だから熱いって。こっちとらす足なんじゃこら。この回復大丈夫？発生早い攻撃だと死んでなかった？でもいける。もうちょっと。ここまで来て下がるのはない。引けばオイルし落ちてば死ぬ。こいつを殺すなら今ここで。とどめ。勝ったー。正直なところ途中で負けが頭をよぎったわ。勝てたのはきっと、獣の石のおかげね。戦ってる時はそんな余裕なかったんだけど、見返してみたらやっぱ結構な火力出てたわね。重装でも火力は負けないけどやっぱ差し込める隙の多さが段違いだものね。今回は詠唱速度上昇すらなしでもあの速さ。てか隙少なすぎて逆にちょっとタイミング狂ったまであるわ。やはり獣の石はソロ復讐者にて最強。最終手持ちはこんな感じ。微妙不体ばかりね。てかいつの間にか狙われにくくなる拾ってたわ。ソロだといらないけどまあファミリー召喚時に安全度が増すからないよりはいいか。さあ行きましょう。とりあえず最初にやることは決まってるわ。マップ端まで全力ダッシュ。到着。やっぱここが一番安全ね。注意すべき方向が実質半分になるのは大きすぎるメリット。真ん中でなんてとてもじゃないけどやってられないわ。あなたが最後ね。終わり。
あ、でも最後なぎなた個体にしちゃった。救いの機種だと関係ないけど通常だとちょっと良くないわね。で通常だったし。この攻撃はあんまり研究できてないんだけど、まあ適当に走ってれば避けれるよね大体。ちょっと危なかったけど、携帯変化時にしかやってこないから他の攻撃みたいに練習しにくいのよね。まあとりあえず今回は OK。第2段階でも同じく壁際へ全力ダッシュ。なぎなた個体の大技。避けること自体は問題ないんだけど。攻撃が大きく後ろに下がるから反撃チャンスにしにくいのが困るのよね。これの分やりや土と比べて攻撃チャンスが減るからなるべくなぎなたをリーダーにしたくないのよ。あ、またなぎなたって言っちゃってた。ハルバードねハルバード。最初の頃ずっとなぎなたって思ってたから今でもたまにそう呼んじゃうのよね。なるべく気をつけるわ。集合攻撃の後はしばらくリーダーは非アクティブに。雑魚みたいが来るから重装で削りましょう。いたた。前の個体の連撃に気を取られて後ろの攻撃見逃したわ。これはマック橋戦法のデメリットね。マック橋を総用にして距離取ると導線が直線気味になるからあの槍柱手に引っかかりやすい。意識してジグザグに移動しないとダメね。人を回復したかったから手バス出してアーク切ったけどこれ握手オブ握手。今渡したでマークついてるからリーダーは手バス狙ってくれないわね。使ってから気づいたわ。よし集合攻撃。これで一息つけるのが通常安命者の楽なところだわ。HP 最大時カットアップはないしこれぐらいでいいか。あ、重装防波ヤギ。あわわわわ全員両手持ちにできてなかった。いつもの両手持ち切り替えミスノルマ達成。でも今回悪いのは私じゃない。この大槍。アイコン黒すぎて今どっちの状態なのかわからないのよ。てかそれよりも困るのは両手持ちでボタンが変わることね。左手全員だと普段 L1 なのが両手持ちすると R1 になる。右手全員の時は両手持ちしても同じままだから気にしたことなかったけど、こういうデメリットがあったのね。まずい。左手全員に全然適用できてないことがバレる。ごめんなさい全員右手に戻しまーす。やっぱり付け焼き場の左手で戦うのは無理。安心する。もう負ける気がしないわ。これで完封。いや無被弾の完全試合確定です。でもできればその大槍他の武器に変えた方がいいわね。近接武器に出番はないし、ただアイコンが紛らわしいだけだわ。リーダー来るわね。ソロだとタゲマークよりも先に画角がちょっと変わるからわかりやすいわ。さてそろそろ獣の石でリーダーにも削り入れときましょうか。でも連撃は NG。光はチャンス。だけど後ろロリだったわね。距離が遠いと1ヒットしかしないから残念な火力。密着なら2ヒット470ダメいいね。だからそれやめてね。雑魚個体の方も着実に削っていきましょう。こっちはやっぱり重装ね、みたいだし。FP も問題なさそうだし集合中に使っておきましょうか。この距離ならどっちの攻撃でも届かないわ。回避ミスった。けど全員でガードできたわ。でかなりそのスタミナ削り、雑魚増量レベルじゃないプップップク。震度5武器攻撃を全員ガードで受けて剥がされないなんてなかなかないわよ。危な。さすがに2発は欲張りすぎか。栄翔速度上昇ないし。でももうリーダー倒しちゃいそうね。できればその前に雑魚個体を全員片付けたい。リーダーチェンジ大技を減らしたいのもあるけど、先リーダー倒すとリーダーが増殖するバグとかあるらしいからね。実際出会ったことはないけど。さてまた雑魚みたいターンだから重装でがっつり削っていこよ。死んだんですけど。なんで？集合攻撃の後は雑魚個体の時間って決まってるんじゃないの？何故急にリーダー個体だった？まさか3体もアクティブ？いやそういうわけではないみたいねさすがに。たまたま何か変な偶然でリーダーが即アクティブになっちゃったのかな。次の集合攻撃ではさすがにいつも通り。いややっぱりリーダー来てるー。やっぱさっきのもたまたまじゃなくてそういう仕様なのね。リーダーの HP が残りわずかだとこうなるのかな。全く知らなかったわ。てかこれじゃ雑魚削るの厳しいじゃない。
集合攻撃。やっぱりすぐ来るわね。これは確定だわ。仕方ない。雑魚削るのは諦めてもうリーダー倒しましょう。はい、オッケー。まあなんだかんだ結構削ったし次で最後にできるでしょ。さてもう一度鉄塔回避の時間。開始時に敵集団と距離取れてれば横疾走だけでいけるよね多分。最後の一斉攻撃もいつもなんとなくで避けれるからなんとなくで避けてる。槍は欲張らずガード受けね。お、召喚攻撃。それってリーダーチェンジ時にはやるけどそりゃ別武器見せなきゃわはっ。槍だったか。またブスチェックを怠り。うわ。タイミングも間違える。調子乗らずガードで受けろって話よ。魔獣通常安寧者たちの浅さも露呈する。問題の集合攻撃。今回は、リーダーは来なさそうね。やっぱりさっきのは HP がミリだったからなのかな。次回からはリーダー削らずに先に雑魚点滅しましょうか。で連撃ね。さっき食らったからもう適応完了。もうあなたに私を殺すチャンスはないわ。最後はちょっと遅めだよね。ここでがっつり攻撃入れられるのがやりリーダーの美味しいところね。獣の石が良すぎ。どの攻撃でも大体差し込んでいけるから戦ってて快適度が段違いだわ。あ。気持ちよくなりすぎてリーダー倒しちゃった。3回目の一斉攻撃。どう考えても受ける必要なかったのに。まあいいわ。大技は貴重だから練習だと考えましょう。お、最後土個体ね。3回で3種類味わえるのは珍しいじゃない。最初以外どうやってリーダー決まってるのか知らないのよね。で、土個体の連撃。これをかわして締めときましょう。最後ジャンプで近づいたら攻撃チャンスにできるわ。じゃあね。イエイイエイイエイイエーイ。まあさすがに通常安寧者程度なら震度5でも苦戦はしないわね。ラスボスはやはり血の君主だったというわけよ。じゃあまたリムベルドで会いやそうだ私ぼっちだった。さて色々あったけど無事深き夜ソロ初戦は勝利。じゃあ反省会の時間です。まず道中から行くと、何より変異体がめちゃ硬いってこと。通常枠のフィールドボスはかなり強化倍率が高いみたいだからソロだとスルーを常に選択肢に入れておくべきかも。FP に限りのある私みたいなのだと特にね。1日目夜は受験士の HP がかなり低いことが分かったから、もっとアーツ中にゴリ押しして良さそう。2日目夜血の君主は、異物ミスは置いておくとして実際はそこまで脅威じゃないかも。やり幻影時にファミリーをおとりにできる復讐者はかなり相性いいわね。ソロだから最悪やり壊せなくて円外避難が必要かもとか考えてたけど杞憂だったわ。幻影槍も多分ソロ仕様で体力減ってるのに加えてさらに半減っぽいから壊すのも苦労しないわね。3日目は例のリーダーがすぐ襲ってくるパターンを経験できたのが収穫。見返したら来る前にちゃんとタゲマークは出してくれてたから、そこを見逃さないようにすれば大丈夫なはず。こんなところかにゃ？そういえばちゃんと深き夜最後まで出撃したのは例のネットワークエラー以来。今回でその出撃分のマイナスが反映されるかなと思ってたけど別にそんなことないのね。ネットワークエラーは敗北扱いにはならない？ってことはもしかして連勝も途切れてなかったり？いやそれはないか。ああやって戦果履歴にも残ってるんだし。レートが下がらないってだけかな知らんけど。とりあえずしばらくはソロ出撃続けるわ。最低でも全とこよ救いなメレッストラゲスは撃破したいわね。では今回もご視聴感謝。また見てね。